こんにちは、ケントです。今日は部屋作りの発信を始めてから一番聞かれるフロアタイルについてよくある質問に回答していきます。合わせて僕自身フロアタイルを購入するときに複数のサンプルを取り寄せたので、これからフロアタイルの購入を検討している方の少しでも参考になれば嬉しいです。まず最初に僕が実際に購入して使っているフロアタイルですが、ナガタのフロアタイルになります。見た目もかなりリアルで質感も個人的には満足しています。そして僕がこのフロアタイルを選んだ一番の決め手が滑り止めがついていることです。賃貸ということもあったので、なるべく両面テープを使わずに敷きたかったので、このフロアタイルを選びました。ではこれからよくいただく質問に答えていきます。結論から言うと、普通に生活する分にはずれる心配はありません。滑り止めがついているので上から体重がかかる分には問題ないです。ただし1枚だけ置いた状態で横から強く力を加えるとさすがに動きます。なのできちんと全体を敷き詰めていれば問題ないと考えてもらえば大丈夫です。これが一番多い質問ですね。結論ですが、8ヶ月使用して一度全て取り外して確認しましたが、カビはありませんでした。また、飲み物をこぼしても大丈夫ですかだったり、隙間にゴミは入りませんかという質問をよくいただきます。これについても、飲み物をこぼした場合は取り外して拭いて軽く乾かして戻せば特に問題はありません。隙間がだいたい1ミリ程度なので、ゴミが溜まって困るっていうことも今のところないです。ちなみに同じフロアタイルを使っているフォロワーさんから、2年以上使っているけどカビは大丈夫でしたという DM もいただいてます。やっぱりすぐに取り外せるっていう点が一番のメリットだと感じてます。僕の場合、リビングが8畳、洋室が4畳、合計で約12畳に敷きました。8枚入り9560円のものを9箱購入して、合計が72枚ですね。で、金額は合計で8万6040円でした。正直金額だけ見ると、めちゃめちゃ高いですよね。で、僕自身購入する時かなり悩みました。ただ今振り返ると買ってよかったなっていうふうに思ってます。で、フロアタイルを敷くだけで部屋の印象が本当にガラッと変わるので、個人的にはやってよかった DIY ナンバーワンです。ここからは僕がたくさんサンプルを取り寄せた中で最後まで悩んだフロアタイルを3つ紹介します。1つ目がソルムのフロアタイルです。こちらも僕が使っているものと同じく滑り止め付きで賃貸でも安心なフロアタイルです。これはサンプルですが、間違えてボンド施工用を注文してしまってました。実際の商品はサイトを見ると滑り止めがついてます。選ばなかった理由としては、正方形のフロアタイルにしたかったっていうところになりますね。2つ目が3月のフロアタイルです。これは1枚あたりのサイズが大きいのが特徴で、敷く作業がかなり楽そうだなっていう感じでしたね。質感も悪くなかったんですが、滑り止めがついていなかったためお見送りっていう形をとりました。少し厚みもあるので部屋いっぱいに敷き詰めればそこまでずれる印象はありませんが、場所によっては両面テープが必要になると思います。3つ目がピタフィのフロアタイルです。 SNS でも使っている方が多く、最後までかなり悩んだフロアタイルです。選ばなかった理由は賃貸ということもあり、最初は両面テープ付きが少し不安だったっていうのが選ばなかった理由になります。ただ最近実際にピタフィを使っているフォロワーさんから引っ越しを2回したけど粘着力もカビも問題なかったという話を聞いて印象が変わりました。最後にまとめですね。今回はフロアタイルのよくある質問と悩んだフロアタイル3つを紹介しました。正直なところ、もし次にフロアタイルを購入する機会があれば貼って剥がせるピタフィを選ぶと思います。理由は2つあって、1つ目は実際に使っているフォロワーさんからリアルな声を聞けたこと、これが非常に大きいですね。で、2つ目が僕が使っているフロアタイルは一枚一枚が
結構重たいっていう点が唯一のデメリットだと感じています。ということで今回は僕が使っているフロアタイルと購入時に悩んだ3つのフロアタイルを紹介しました。紹介したフロアタイルは全て概要欄にリンクを貼ってありますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。他にも気になることがあればぜひコメントで教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。